珍しい国分寺北口店の志村です。南口店の田村と一緒に1982年に創業しました。中学の頃に自分の友人がギター弾くようになっててかっこいいなと思って、そこから入りましたからね。生ギターなんでフォークです。 PPM とかその辺から入りましたね。特に自分が始めた頃はもう全然そういうのはなかったですね。周りにも全然聞くやつがいなくて、しばらくしてビートルズですかね。自分の中学時代の同級生の女の子がビートルズに来日するんで見に行くみたいな話してて、おおすごいなっていうそういう感じですね。やっぱディランとかバンドですかね。バンダイク・ファンクスあたりも結構聴きましたね。同じアルバムを何十回何百回っていうふうに。自分は日本のものはあまり興味がなくてでも岡林信康だけはちょっと興味があって聞いてて、岡林信康さんのコンサートに行った時のバックがハッピーエンドだった。それを自分見てるんです。ディランとザ・バンドで一番好きなアルバムです。ディランはハイウェイ61ですかね。バンドはね、皆さんはやっぱファーストとかセカンドあたりなんでしょうけど、自分は結構カフーツが好きで、ジャケもすごい好きで、2曲ほどねバンモリソンがボーカル取ってたりして、4% オブパントマイム、あれがもうすごい好きでちょっと感動しました。バンダイクのヤンキーリーパーっていうのが僕一番好きなんですけど、トロピカルの曲をやってたのがすごい衝撃でしたね。こんなにいい音楽があるんだと思って。カリプソですか。あの辺も細野さんにちょっとね絡んでくるんだけど、レコードも釣り減っちゃって買い直しましたね。自分と彼の間に同じ共通の友人がいて、田村ですね。田村との間に自分がバンドとか聴いてるっていう話をその田村に聴いてるやつがいるよみたいな感じで言って、それで彼が自分のところに近づいてきて、バンド聴くんだみたいな感じで、ちょっと上からそういう感じでお聴くんだみたいな。でその辺からちょっと話が合うようになって、そのうち2人で店開きたいなみたいな話してて、いきなり開くわけにいかないし勉強しないといけないんで、それぞれレコードの小売店に就職して。田村さんがレコードで修行というかされて、志村さんはディスクやります。ちゃんと筆記試験があったんですね。でその後面接があって、ちょっと忘れちゃったけど、なんか数学と英語とがあったような気がしますけど、何か落ちてる人もいたみたいです。一番最初は新宿ですか。その時新宿に1店舗しかなくて、地下と1階だけだったかな。それでその後少しフロアが増えてって、新宿、渋谷、お茶の水、本部っていう流れですかね。お客として行ってたんで、あと輸入版さん扱ってたんで、そういうこともあって、あと商品をねある程度食べないとダメなので、彼は彼で貯めて、自分は自分で貯め始めて、合わせたら1000円超えるぐらいの数になって、そういう段取りですね。彼は10年ぐらいなのかな。自分は7、8年ですね。勉強させてもらって、いよいよ立ち上げようっていうことで始めたんです。仕事探してたから仕事探してて、そう楽しそうだからっていうあれかね。彼が確か言い出したと思うんですけどね、何々嫌か、あるいは何とかどう使いたいなっていう横文字なんかもいろいろ考えたんだけど、なんかねいまいちピンとこなくて。隣の町の小金ですね。地元なんで土地勘がやっぱあるんで、あと西武線がね2本出てたんで、乗降するお客さんも結構いるんじゃないかっていうことで、やっぱ昔からやってるね古いお店、小さいお店がたくさんあって、いい雰囲気の街でしたよね。面白いお店がいろいろありましたよね。ホラガイさんとか、クラシック聴かせる田園さんとか。南口の府中街道ですか、あっちの方にそういう感じのお店が連なってたんですよね。古着屋さんとか古いおもちゃとか、本当はそこに場所を取りたかったんですけど、いい店舗がないのと、近々開発されるってことでね、立ち退けなきゃいけないってことで、大学通りって言ってもっと東の方ですね。ちょっと路地入ったところに、そこしかちょっといいところなくて、店舗的には最悪のとこだったんですけど、すごいいい場所に広告の看板取ることができて、ちょうどね中央線からバッチリ見えるようなすごいでかいところ取れて、それがすごい影響がありましたね。
今みたいにごちゃごちゃしてなくて、もう線路と広場みたいな感じになってて、何もこう遮るようなものがなくて、結構上り調子でいい感じの時代だったと思いますね。ちょっとしたらそれでバブルもあったんで、それがすごい大きかったですね。その頃に店舗数結構うち増やして、在庫も増えて、倉庫を借りるより店舗で増やした方が、しかも2人いたので都合がいいんじゃないかということで。もう随分変わっちゃいましたけれど、都市化しちゃってね、小さいお店が少なくなっちゃったんで、ちょっと寂しいですよね。みんなね、大きいところになんか吸収されちゃったみたいで。でもまた少しずつね、増えてくれればいいかなとは思ってるんですけど。新しい風みたいな感じたりはします。ラーメン屋さんとかしかないかな。そうですね。喫茶店もでもなんか面白そうな喫茶店が増え始めてんじゃないですかね。大学の学生の街としての昔ほどでもあまり感じなくなりましたね。やっぱり年配の人が増えましたよね。昔はギターね担いでる若い子が結構多かったですけど、今はたまに見かけるくらいでね。レコードをやっぱ買いに来る人すごい増えてますね。レコードのかけ方を教えたり、これからプレイヤー買うんだけどとりあえずレコード買おうみたいな感じで、そういう人がちょっと目に見えて増えてますね。ジャケットがね CD に比べてインパクトあるしね、楽しいし見てて。定番ものから入る人がやっぱ多いですからね。ビートルズとかクイーンとかナットキンコールとかジャズだとこっちもね進めやすいっていうか間違いないところ進めたいんで。邦楽はやっぱりユーミンとかサザンとかビッグネームの人アーティストが多いですね。海外のお客さんは前からありますね。いやその前からやっぱありますよね。買い付けはね。そうですね。買い付けが目立ちますよね。どうだったかな。何でもっていう感じがそういう印象でした。で最近はね帯ついてないとダメだとか、国内版じゃないとダメだとか。特別感じない。でも昔はすごい入りにくかったみたいで、今はね少しそういうのが薄まって増えてるのかもしれないですね。コロナの時はもうお店全部閉めましたからね。通販中心にやってたんですけど、ここの店舗の中で一人寂しくねひたすら仕事してるみたいで、買い取りのお客さんも来ても中に入れちゃいけないっていうお触れがあったから、ここのシャッターの間でねやり取りしたりとか。その当時はやっぱお客さんも仕事なくなっちゃった人が多くて、自分の持ってるレコードやら CD を生活の足しのために売ってたり、それがなんかすごいちょっと悲しかったですね。やっぱ買い取り中心なんで、自分でこう特徴づけることができないんで、いいものがいったらそれをそのまま出すみたいな感じになっちゃってますね。よろしくお願いします。はい、今ねこの大きい看板賃貸なんでした。そうですね。はい。坂本慎太郎がはい。いつ頃できた看板ですか？これはここのお店に移った時からですかね。もうちょっと汚れてきちゃったんですけど直さないと。こちらがシングルですね。はい。7インチですね。パンク、ロック、あと邦楽がこうあって、で邦楽は男性と女性に分かれてます。この辺が全部 J-POP ですね。J-POP のこの後ろの方に日本のパンクですね。日本のパンク。今ちょっと季節なんで一応クリスマスの CD のコーナーと、下はサウンドトラックですね。CD の需要もまだまだ高いですか？そうですね、多いですね。はい。邦楽ですね。女性とあと男性、あとフォークですね。ちょっと少し量が多いアーティストは少しこういう風にコーナーが作られてます。中山ラビさんが掛けられている。やっぱり国分寺のお店としての矜持でしょうか？そうですね。ラビさん亡くなられてね、ラビさんのところに買い取りに行ったんですね。でその時の商品が少しこう並んでると思います。だいたい前にちょっと集めてある。なかなかここまで揃ってるところないと思います。中山ラビさん、レコードですね。ここが、シングルですね。オールディーズのシングルとビートルズのシングル。で、こちらからロックですね。ロックの LP。この辺にガレージとパンクですね。ここからロックの A が始まって、アルファベット順にこう並んでます。やっぱ多いですかね。よくご覧になってるお客さんがいますね。で、こうずっとつながって、
ずっとロックがずっとつながってここで一応終わって、その後オムニバスとあとプログレがあります。でこの辺からちょっとブラック系ですね。ヒップホップと R&B、 あとソウルですね。こちらの、ソウルずっとつながってて、ここまでですね。それからその後ろに少しレゲエがあります。その他のワールドは一応ここに置いてあります。ワールドの中でもちょっと大きなジャンルでタンゴ、あとフランス系ですね。サウンドトラックはこちらですね。こっから、ジャズですね。オルガンとか楽器別にしてあります。あとフュージョン、クロスオーバー。はい。やっぱこのジャズ見てる人結構多いですね。この辺はやっぱり年配の方が多いですよね。ちょっと客層が上がります。ここだけ少しだけクラシックを置いてます。クラシックとジャズだとジャズの方が多いです。全体的にお値段は下がってきているイメージがあるんですけど、昔に比べたらずっと下がってきて買いやすくなってますよね。そのお値段がだいぶ上がってる分、レコードは両極端ですね。安いのはすごい安いんですけどね。ただ内容ね、安いので全然いいのたくさんあるんで、上手に探すとお買い得なものが見つかると思いますね。新入荷が多いですね。新入荷でちょっとレアなものを飾るようにしてますね。回転は早いでしょうか。早いですね。ブログなんかでも紹介してるので、もうあっという間に出ちゃいますね、この辺はね。そうですね。要するにちょっとお店でバグが悪くて売るのにはちょっと耐えられないような、でもちょっと整理するにはもったいないんで、ジャケットだけでもこう飾ってあります。時々やっぱ欲しがるお客さんいるんですけど、一応そういう状況ですので。でもこの中で一番聞かれるのがね、この勝新太郎なぜか。これはヘロンが来日した時にうちのスタッフが直筆なんですけどサインちゃんともらってきて飾ってあります。これもお客さんによく聞かれますね。音がやっぱ独特のね、静けさがありますよね。ちょっとベタなんですけど、お客さんが喜んでくれた時ですね。この間の良かったよって、勧めたのが良かったよって。それがやっぱり一番自分としてはいいですね。お客さんとのやっぱ会話大事にしたいですね。そこからやっぱお客さんの行きたいジャンルも広がっていきますしね。あともう長年やってるんでね、来なくなったお客さんがどうしてるのかってそういう心配もありますよね。病気になっちゃったのかな、この間来た時ちょっと弱ってたなとか、まだ元気なね顔を見せてくれたら嬉しいですけどね。特別ないですけど、今の状態で結構楽しくやってますんで、それが続いてくれればいいかな。自分の年齢もあるんで、どっちが生きるか死ぬかみたいな状況になってきちゃってるんで、できるだけ続けたいんですけどね。後継者の育成とかはどうですか？一応当たってますうちのスタッフに。やりたいのかどうかちょっと微妙なんですけど続けてくれると嬉しいんですけどね。